はいどうも、こんにちは、こんばんは、しふです。今回はエルガトのストリームデッキの使い方やおすすめの設定方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。そもそもストリームデッキとはどういったものなのかわからない人もいると思うので簡単に解説しておこうかと思いますが、このストリームデッキとは設定したボタンをワンタッチするだけで最大210種類のアクションを起動できるショートカットキーボードとなっています。例えば YouTube や Twitter などのよく見るウェブサイトを各ボタンに登録してそのボタンを押すと、このようにその画面を開くことができるので、マウスでカーソルを操作してブックマーク一覧から探してページを開くというマウス操作の手間を少なくすることが可能ですし、他にも PC ゲームや動画編集ソフト、パワーポイントなどのアプリケーションをボタンを押すだけで起動させることができたり、ショートカットキーを登録したり、テキストを登録したりすることもできるので、PC での作業をより一層効率化することができるようになっています。他にも一つのボタンを押すだけで複数のアプリやウェブサイトを開くこともできますし、特定のアプリを選択している時にそのアプリ専用のボタン設定に自動的に切り替わるような設定もできるので、 PC での作業を効率化したい場合はストリームデッキを使用するのがおすすめです。ちなみに現時点でストリームデッキは5つの種類が販売されており、それぞれボタンの数や大きさ、対応 OS が違っていたりするので自分に合う製品を購入してほしいのですが、今回は最もボタンの数が多いストリームデッキ XL を使用して接続方法や専用ソフトのインストール、実際の使い方やおすすめ設定を解説していこうと思います。実際に購入してみたけどどのようなことができるのか、購入したけど使い方がよくわからないという人は最後までチェックしていってください。それではまず最初にストリームデッキ XL の接続方法について解説していきます。製品を箱や梱包から取り出したら、後ろにあるスタンドがマグネットでくっつくようになっているので、これを取り外してください。ちなみにスタンドを取り外すとこのように直置きすることができるようになっています。この後 USB ケーブルを接続しますが、スタンドを使用するか直置きするか2つの置き方を選べるので好きな方を選択してください。次に付属で USB ケーブルがあるので Type-C の方をストリームデッキに接続します。次にスタンドを使用する場合はスタンドに穴が開いているので、この穴に USB ケーブルを通してスタンドをストリームデッキに取り付けてください。あとは PC に Type-A の接続端子を接続しましょう。すると PC から電力が供給されてこのように表示されます。 PC に接続することができたら専用ソフトのインストールを行っていきましょう。まずはエルガトの公式サイトに専用ソフトのダウンロードページがあるので、説明欄に記載しているダウンロードページのリンクをクリックしてこの画面を開いてみてください。次に Select Your Product の項目で使用している機材を選択できるようになっているので、ストリームデッキ XL を選択します。ちなみにその隣で使用できる OS が選択できるようになっていますが、初期設定では Windows になっているので Mac を使用している場合は変更するようにしてください。自分は Windows を使用しているので Windows でのやり方を解説します。次にストリームデッキと書かれた専用ソフトをインストールしたいので、矢印のボタンをクリックしてください。するとブラウザで Chrome を使っている場合は画面左下にインストーラーがダウンロードされるので、これをクリックしてください。もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、ストリームデッキハニャラランダン .msi というのがあるので、こちらをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので次へをクリックします。次に使用許諾契約書の画面が表示されるので、使用許諾契約書に同意しますにチェックを入れたら次へをクリックしてください。次にインストール先のフォルダを選べる画面が表示されますが、特に変更することなく次へをクリックしてください。次にこのような画面が表示されるのでインストールをクリックしましょう。するとインストールが始まるのでしばらく待ちます。ただお使いの PC によってはこのような画面が表示される場合もあるので、その時ははいをクリックしてください。インストールが終わるとこのような画面が表示されるので、完了をクリックするとこのようにストリームデッキの専用ソフトが起動しているので確認してみてください。専用ソフトをインストールすることができたら次はファームウェアのアップデートを行っていきますが、画面上に歯車マークの環境設定があるのでこちらをクリックしてください。するとこのような画面が表示されるのでファームウェアをアップデートをクリックしてください。するとアップデートが行われるのでしばらく待ちましょう。アップデートが終わるとこのような画面が表示されるので OK をクリックしてください。あとは環境設定の画面に戻るので閉じてもらって構いません。それではここからは各ボタンの設定・登録方法について解説していきます。
ただ全てを解説するとものすごく長くなってしまうので、個人的に覚えておいた方がいい設定方法やおすすめの設定方法をメインに解説していこうと思います。ちなみに解説する内容をまとめると、ウェブサイトの登録方法、背景画像の変更方法、アプリケーションの登録方法、テキストの登録方法、ショートカットキーの登録方法、スリープの登録方法、ボタンが足りなくなった時の対処法、プロファイルの応用方法という内容を順番で解説していこうと思うので確認していってください。まずはウェブサイトの登録方法から解説していきますが、これをやっておけばブックマークから表示させたいページを探してクリックして開くという手間を省くことができるので、よく使用するウェブサイトは登録しておくのがおすすめです。試しに自分の Twitter プロフィール画面を表示させてみたいと思いますが、システムの項目にウェブサイトというのがあるので、これをドラッグして好きな場所にドロップしてください。次に画面下でボタンに表示させるタイトルが入力できるようになっているので、Twitter と入力し、Twitter のプロフィールのリンクをコピーして、リンクを URL の項目にコピペします。ちなみにタイトル横にある T マークをクリックすると、タイトルを非表示にする設定や表示させる場所を変更する設定ができるようになっていたり、文字のフォントや大きさ、色などを変更できるようになっているので、好きなようにカスタマイズしてみてください。この状態でストリームデッキのボタンを押してみると、はい、このように Twitter のプロフィールページが表示されます。あとは同じ要領で YouTube や Yahoo などの使用する頻度が高いウェブサイトを設定しておくのがおすすめです。ちなみに一つのボタンを押すだけで複数のウェブサイトを表示させることもできるようになっているので、そのやり方を解説します。まずはストリームデッキの項目にあるマルチアクションを好きな場所にドラッグ&ドロップしてください。するとこのような画面が表示されるので、システムの項目からウェブサイトを複数ドラッグ&ドロップして、Twitter などの複数のウェブサイトを同じように設定してみてください。設定できたらマルチアクションをクリックして元の画面に戻りましょう。あとはマルチアクションに分かりやすいタイトルを入力したら、実際にボタンを押して確認してみてください。このマルチアクションの設定は今後の解説中に出てくる場面が多いですし、かなり使い勝手もいいので、しっかりと使い方を覚えておいてください。ちなみにデフォルトの背景画像のまま使用してもいいですが、背景画像を変更することができるようになっているので、パッと見るだけで何のボタンなのかわかるようにしておくのがおすすめです。背景画像の変更方法としては、ストリームデッキアイコンライブラリから変更する方法、PC 内にある画像を使用して変更する方法、公式サイトのツールを使用して新規アイコンを作成・変更する方法、この3つの方法があるので、それぞれ解説していきます。まずはストリームデッキアイコンライブラリから変更する方法についてですが、画面下のアイコン画像内にあるプラスマークをクリックすると、このようにストリームデッキアイコンライブラリが表示されます。様々なアイコンが用意されているので、そのボタンに合うようなアイコン画像をクリックしてみてください。今回は Twitter に合うようなアイコンがなかったので、適当にベルマークのアイコン画像を選択しましたが、このように背景画像を変更することができます。次に PC 内にある画像を使用して変更する方法を解説しますが、画面下のアイコン画像内にあるプルダウンマークをクリックしてファイルから設定をクリックします。すると PC 内から画像を選択できるので、設定したいアイコン画像を選択してください。ちなみに画像の大きさは72ピクセル ×72 ピクセルが推奨されていますが、縦横比が1対1ならば多少サイズが大きくても問題なく表示させることが可能です。もしも縦横比が違う画像を使用すると黒い帯が表示されてしまうので注意しましょう。実際に画像を選択するとこのように表示されるので確認してみてください。ちなみに動きをつけた GIF 形式のアイコン画像を選択することもできるので、興味がある人は自分で実際に作成して設定してみてください。次に公式サイトのツールを使用して新規アイコンを作成・変更する方法を解説しますが、画面下のアイコン画像内にあるプルダウンマークをクリックして新規アイコンを作成をクリックします。すると L 型の公式サイトのページが表示され、アイコン画像を作成できる画面が表示されます。かなりの数のアイコン画像を選択できるようになっているので、設定したボタンに合うアイコン画像をクリックし、プレビューを確認して問題ないのであればセーブキーをクリックしてください。するとブラウザで Chrome を使用している場合は、画面左下にアイコン画像がダウンロードされるので、管理がしやすい場所にドラッグ&ドロップで移動させてください。
もしも他のブラウザを使用していてどこにダウンロードされたのかわからない場合は PC をクリックしてダウンロードをクリックすると実際にダウンロードした画像があるので管理がしやすいところに移動させてください。あとはストリームデッキのアプリの画面を開いてプルダウンのマークをクリックしてファイルから設定をクリックします。そして先ほどダウンロードした画像を選択すればこのように背景画像を変更することができます。あとは同じ要領で他のボタンも背景画像を変更してみてください。ちなみにストリームデッキの全てのボタンを使用して1枚の画像を表示させることもできるようになっているのでそのやり方も解説しますが、先ほどのアイコン画像を作成できる画面を表示させたらウォールペーパーモードをクリックしてください。次にスイッチ2の項目を使用している機材に合わせて変更します。すると画面が変化するので写真マークをクリックしてください。次に PC 内から画像を選択する画面が表示されるので使用したい画像をクリックしてください。するとこのような画面が表示されますが、問題ないのであれば画面下のセーブキーズをクリックしてください。ブラウザで Chrome を使用している場合は画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされるのでこれをデスクトップ上にドラッグ&ドロップしてください。次に圧縮フォルダの上で右クリックして全て展開をクリックします。するとこのような画面が表示されるので展開場所を決めたら全て展開をクリックしてください。実際に展開したフォルダを開いてみるとこのような画面が表示されますが、この中にあるフォルダをクリックするとこのように複数の画像が表示されているので一つ一つのボタンに背景画像を設定していけばこのように一枚絵で表示させることが可能なので気になる人はやってみてください。次にアプリケーションの登録方法について解説していきます。これを使用することで OBS や Power Director、PC ゲーム、Discord、PowerPoint、Word、Excel、PC 内のフォルダなどのアプリケーションを登録することができ、ボタン一つで簡単に起動することができるようになるので、よく使用するアプリは登録しておくのがおすすめです。今回は例として Paint を登録していきたいと思いますが、やり方としてはシステムの項目に開くがあるので、これを好きな場所にドラッグ&ドロップし、画面下にある選択をクリックしてください。するとどのアプリを開くのか選択する画面が表示されるので、Paint のようにデスクトップに表示されているアプリを選択する場合はデスクトップをクリックして Paint をクリックしてください。ちなみにデスクトップにショートカットを作成しているのにデスクトップの項目にアプリが表示されない場合があります。その時の対処法として Paint で解説していきますが、デスクトップ画面にあるアプリの上で右クリックしてファイルの場所を開くをクリックします。すると mspaint.exe というショートカットではない本来の Paint のアプリが保存されている場所が表示されますが、画面左上にあるアドレスバーのアイコンをクリックするとこのように今開いているフォルダーの場所を表すパスという文字列が表示されます。わかりやすく言えば PC 内の住所になりますね。Paint の場合は Windows C の中にある Windows のシステム32という場所というのが PC 内の住所になるので、ストリームデッキの開くの画面に戻ったら Windows C をクリックして Windows をクリックしシステム32をクリックします。すると mspaint.exe が保存されている場所を開くことができるので、これをクリックしてください。すると Paint が追加されるのでタイトルを修正し、実際にボタンを押して Paint が起動するのか確認してみましょう。ちなみに先ほど解説したマルチアクションを使用すれば複数のアプリケーションを一つのボタンだけで同時に起動させることができたり、ウェブサイトと一緒にアプリケーションも起動させることができるのでうまく活用してみてください。あと OBS Studio というキャプチャーソフトを使用している場合、 OBS 専用の設定項目が用意されており、シーンを切り替えたりマイクなどのオーディオ関連をミュートにしたり、録画や配信を開始したり停止したりすることもできるようになっています。解説すると長くなってしまうので今回は解説しませんが、簡単に設定することができるようになっているので OBS を使用する人はこちらもチェックしてみてください。ちなみに PC 内にあるフォルダを設定する場合は少しやり方が異なるので、その方法を解説しておこうかと思いますが、まずは同じように開くを好きな場所にドラッグ&ドロップして選択をクリックします。次にボタンに設定したいフォルダを開いた状態でアドレスバーのアイコンをクリックすると、フォルダの場所を表すパスという文字列が選択された状態で表示されるので、こちらをコピーしてください。できたらキャンセルをクリックしてこの画面を閉じましょう。あとはアップファイルの場所に先ほどコピーしたパスを貼り付けてタイトルにフォルダの名前を入力してください。
できたら実際にボタンを押してフォルダが表示されるのか確認してみましょう。次にテキストの登録方法について解説していきますが、これを設定しておくことで、〇〇様お世話になっております、シファですみたいなメールの定型文や、よろしくお願いしますみたいなゲーム内のチャットでよく使う定型文をすぐに入力することができるので、よく使う文章がある場合は登録しておくのがおすすめです。やり方としては、システムの項目にテキストというのがあるので、これを好きな場所にドラッグ&ドロップしてタイトルとテキストの内容を入力してください。あとは実際に設定したボタンを押すと、このように入力したテキストが表示されます。ちなみにメッセージの後にエンターキーも押すにチェックを入れておくと、次の行が選択された状態でテキストが表示されるので、状況に応じて設定してみてください。次にショートカットキーの登録方法を解説していきますが、これを設定しておくことでタスクマネージャーを表示できるコントロールプラスシフトプラスエスケープやスクリーンショットの Windows プラスプリントスクリーンなどのショートカットキーを登録できるので、より作業効率を早くすることが可能になります。今回はタスクマネージャーのショートカットキーを登録してみようと思いますが、やり方としてはシステムの項目にホットキーというのがあるので、これを好きな場所にドラッグ&ドロップしてタイトルにタスクマネージャーと入力します。次にクリックして割り当てをクリックしてタスクマネージャーを表示できるコントロールプラスシフトプラスエスケープのキーを押すと登録することができます。あとは実際に登録したボタンを押してみると、はい、このようにタスクマネージャーが表示されるので確認してみてください。ちなみに先ほど解説したマルチアクションを使用すれば、ショートカットキーでタスクマネージャーを表示させ、OBS を起動し、YouTube の画面を開くなど、YouTube 配信に必要なものをボタン一つだけで起動させることも可能なので、うまく活用してみてください。あと、ホットキーの設定方法に関しては、ホットキーの切り替えという設定もあり、これを使用することで、同じボタンを1回目に押した時と2回目に押した時で、使用するホットキーを変更できるようになります。主な用途としては、ホットキー1にコントロール C のコピーを設定して、ホットキー2にコントロール V の貼り付けを設定する感じでしょうか。個人的にはこれらのショートカットキーはすでに覚えていますし、左手だけで押せる範囲にあるので、わざわざ設定するほどではないのですが、PC 初心者の人からすると、設定しておくと便利かもしれないので参考にしてみてください。次にスリープの登録方法を解説していきますが、ストリームデッキを使用しないのに PC からの電力を供給して待機させておくのは電力の無駄になるので、使用しないときはスリープ状態にできるように設定しておくのがおすすめです。やり方としては、ストリームデッキの項目にスリープというのがあるので、好きな場所にドラッグ&ドロップし、分かりやすいタイトルを入力してください。ちなみにスリープ中のスクリーンセーバーも設定できるようになっているので、興味がある人は環境設定を開くのボタンから設定するようにしてください。あとは設定したボタンを押すと、このようにストリームデッキをスリープ状態にすることができ、スリープ状態を解除したい場合は適当なボタンを押すと解除できるので、実際に確認してみてください。次に自分が使用しているストリームデッキ XL の場合はボタンが32個もついていますが、たくさんのウェブサイトやアプリを登録したりするとボタンが足りなくなってしまうので、ボタンが足りなくなった時の対処法を紹介しておこうと思います。対処法としては全部で3つあり、ページを追加する方法、フォルダを作成する方法、プロファイルを作成する方法という方法があるので、これから解説する内容をチェックしていってください。ちなみにプロファイルを作成する方法についてですが、この方法を応用することで特定のアプリを選択している時にそのアプリ専用のボタン設定に自動切り替えすることもできるので、このやり方も気になる人は最後まで確認していってください。まず1つ目の方法としてページを追加するという方法があります。やり方としては非常に簡単で、ボタン設定の下の方にプラスマークのプロファイルに新規ページを追加というのがあるので、クリックすると、はい、このように新しいページを追加することができるので、新しくボタンを設定することが可能です。ちなみに最大10ページまで作成することができるようになっていますし、右下と左下に設定されたボタンを押すことでそれぞれのページを行き来することができるので活用してみてください。次に2つ目の方法としてフォルダを作成する方法があります。こちらもやり方は非常に簡単で、ボタンの上で右クリックしてフォルダを作成をクリックするか、ストリームデッキの項目にあるフォルダを作成をドラッグ&ドロップすることでフォルダを作成することができます。このフォルダをクリックすると、このようにボタン設定を追加することができるようになっていますし、このフォルダの中に新しくフォルダを作成することもできるようになっているので、好きなようにして活用してみてください。
次に3つ目の方法としてプロファイルを作成する方法についてですが、この方法を応用することでペイントの画面が前面に来ている場合はペイントで使うボタン設定をしたプロファイルを表示したり、パワーディレクターのような動画編集ソフトが前面に来ている場合はパワーディレクターで使うボタン設定をしたプロファイルを表示したり、それ以外が前面に来ている場合はデフォルトとして設定したプロファイルを表示したりと、状況に応じて自動的にプロファイルを変更させることができるので、使い方を覚えておくのがおすすめです。まずはプロファイルの新規作成方法から解説しますが、画面左上にデフォルトプロファイルという現在のプロファイル名が表示されているので、それをクリックし新規プロファイルをクリックします。するとこのように新しいプロファイルが作成されて、新しくボタン設定が追加できるので確認してみてください。ちなみにここからがプロファイルの応用編になりますが、まずは先ほどと同じように画面左上の現在のプロファイル名をクリックしてプロファイルを編集をクリックします。するとこのような画面が表示されますが、今回はプロファイルを3つ使用するので、もう1つプロファイルを追加する必要があります。この画面でプロファイルを追加したい場合は、画面左下のプラスマークをクリックすると、このように新しくプロファイル2を作成することができます。次にこのままではそれぞれのプロファイルが分かりにくいので、プロファイル名をダブルクリックして名前を変更していってください。今回はメインとペイント用とパワーディレクター用に名前を変更して解説していきます。名前を変更できたらメインのプロファイルをクリックして選択し、これを自分のデフォルトプロファイルにするにチェックを入れてください。これにチェックを入れることでアプリケーション固有のプロファイルを設定していない場合はこのプロファイルが表示されるようになります。今回の場合、この後ペイント用とパワーディレクター用を固有プロファイルに設定していくので、ペイントとパワーディレクター以外の画面を開いている場合にメインのプロファイルが表示される設定になります。次にペイント用のプロファイルをクリックして選択し、アプリケーションの項目にペイントを選択していきます。アプリによっては一覧に表示されている場合もありますが、ない場合はその他をクリックして PC 内から保存場所を探して選択してください。この設定を行うことでストリームデッキアップのウィンドウを閉じていて、ペイントの画面が前面に来た時にこのペイント用のプロファイルに自動的に切り替えてくれるようになります。次にパワーディレクター用のプロファイルをクリックして選択し、アプリケーションの項目にパワーディレクターを選択してください。ここまで設定できたら×ボタンを押してこの画面を閉じましょう。あとはメインのプロファイルにペイントとパワーディレクターを起動できるボタンを設定し、ペイント用とパワーディレクター用のプロファイルにそれぞれのソフトで使用するボタン設定を行います。設定できたら動作を確認するために×ボタンを押して画面を閉じましょう。あとはペイントやパワーディレクターを起動した後にそれぞれの画面を前面にした時にプロファイルが自動で変更されるのか確認してみてください。ここまでストリームデッキの使い方やおすすめの設定方法を解説してきましたが、どうだったでしょうか。実際に使ってみた感想としては、 PC で動画編集したり OBS で録画や配信を行うなど PC での作業が多い人からすると、このストリームデッキがあるだけでかなり作業効率が変わってくるので、購入するのか悩んでいる人ははっきり言って今すぐ購入するべきだと思います。ちなみにスマホアプリ版を含めてストリームデッキは5種類ありますが、個人的にはボタン32個はちょっと多すぎたかなと思うところがあるので、ボタン15個の製品でも十分かなと思います。ただ現段階では完全に使いこなせていないっていうのもありますし、32個もボタンがあれば各ボタンの整理整頓がやりやすかったですし、カスタマイズできる幅も大きいので、32個のストリームデッキ XL を今回は使用しましたが後悔はしていません。もしもストリームデッキを使用してみたいと思った人は、説明欄の製品リンクから詳細情報をチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PC での作業が便利になる機材の情報や機材やソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Geartix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。